はい、こんにちは。CH45 です。今日は DPS150 という実験用の安定化電源の話をします。といっても使い方は別に簡単なので、そんな話じゃなくて USB 制御の話がメインになります。まずですね、DPS150 っていうのは FNIRSI という中国のシェンチェンのメーカーの、こういう可愛いサイズのポータブル安定化電源です。USB のパワーデリバリーまたは最大 32V の DC 入力で任意の電圧電流に安定化して出力できるというものになっています。なので AC アダプターは別途必要ですし、この AC アダプターで供給電力量は決まります。また昇圧動作っていうのはできないので、必要なら高い電圧をしっかり供給してあげる必要があります。 USB パワーデリバリーの場合対応しているのが最大 20V5A までなので、30V5A でフルスペック出したいんだったら別途 AC アダプターが必要になります。で、本体を見ていくと出力のオンオフはまず側面にあります。で、それと別にボタンが5つと、ホイールのエンコーダーが1つあります。画面はタッチスクリーンではないんですけど大きくて見やすいですね。で、チルとして見やすくすることができます。微妙に親切。本体はアルミでできていて、これは放熱も兼ねているみたいですね。おかげでおもちゃっぽくなくて結構質感がいいです。でもってここが出力端子ですね。出力中はここも光ってくれます。ちょっとかっこいいですよね。ちなみに最低出力電圧ってスペック上は 0V からになっているんですけど、どう設定しても 50mV は出てしまいます。で、設定単位としては一応 10mV 単位となっています。で、裏を見ると USB パワーデリバリー用の USB Type-C の端子とは別にマイクロ USB の端子があって、こっちが PC との接続用になっています。これが今日の本題になります。てか、なんで Type-C じゃないんですかね、これ。誤接続防止なのかな、もしかしたら。ちなみに FNIRSI はいろいろ安い実験機器を作っている会社ですね。自分は FNIRSI の 100MHz のタブレットオシロスコープっていうものを持ってるんですけど、自分で検証した限りだとどう見ても 100MHz のアナログ帯域はないよねという感じだったので、あんまりスペックは信用してません。ただ物は価格に対しては全然悪くないので、そんなに嫌いなメーカーではないですね、個人的には。これが FNIRSI 公式で提供しているソフトウェアですね。この公式ソフトウェアは Windows 専用です。ものすごく出来が悪いっていうことはなくてちゃんと使えるんですけど、なんて言うんですかね、ハードメーカーが作ってますみたいなソフトっすよね。マザーボードメーカーとかが出してるマザーボードの操作ツールと似たような匂いを感じますよね。特にこのアドバンスドタブの UI がだいぶ難しいですね。わかるんですけどちょっと複雑ですよね。というか、せっかく USB 経由で電圧電流設定できるんだから、もっとプログラマブルであれよっていう話ですよね。プロトコルを普通に公開してくれれば別にいいんですけど、現状では公開はされてないみたいですね。ということでプロトコルを調べて再実装しました。 DPS150 は USB で接続するとシリアルポートとして認識されます。アーテリー USB シリアルデバイスという名前になってますね。アーテリーって知らなかったんですけど、チップメーカーの名前みたいですね。FNIRSI は USB のベンダー ID 独自で持ってないんですかね。チップそのまんまのベンダー ID を使ってるみたいですね。とにかくシリアルポートということは USB のプロトコルがどうのっていうよりは、シリアルポート上どんなデータが流れているか調べたらいいということになります。ということで、なんやかんやしてプロトコルとしてはこんな感じのものだということが分かりました。送受信ともに同一フォーマットで対称性があってチェックサムがついてて、拡張性がありそうだったりして、ちゃんとしてるなというか、素直で好感が持てるフォーマットですね。でもって大体の定数の意味も調べて JavaScript で実装を書きました。あとは Ruby でやりたいとか Python でやりたいとかいう場合はこれを見つつ別の実装を作ると簡単だと思います。でもってせっかくプロトコルが分かったので Web シリアルを使ってブラウザ上から DPS150 を制御するアプリを作りました。 Web シリアルは Google Chrome とか Microsoft Edge とか、Chromium 系って言われてるブラウザーですね。で使えるシリアルポートにブラウザーからアクセスするための API です。正直プロトコル分かった時点で大体満足ではあったんですけど、せっかくだから UI も作って
公式のものよりも使いやすくしようって感じですね。でこれが作ったものになります。 DPS150 を USB で接続して、このページを開いたらコネクトボタンを押します。ブラウザーからシリアルポートの選択と認可の画面が出るので、該当するものを選びます。でこれで接続ができました。この状態だと本体はロックがかかって操作できないようになるみたいです。で右上の電源ボタンを押すと出力開始されます。電圧の変更はここをクリックすると入力画面が出るので、ポチポチっとやると電圧が変わるようになっています。電流も同様です。ポチポチすると設定電流を変えることができます。でもって下のメモリーグループってやつはデバイスに保存されている設定電圧電流のセットですね。このメモリーのボタンを押すと即座に設定を呼び出せます。最大6つのメモリがあります。本体と一緒ですね。メモリー A の書き込みをする場合はここの2つの設定をしてあげてからメモリーのボタンを押すことで電圧電流を設定しつつメモリ書き込みも行います。一時的に赤いのは変更が保存されてないよっていう意味ですね。でメータリングっていうのは出力電力量を測る機能ですね。オンにすると電力量が記録されてアンペアアワーもしくはワットアワーで見れるようになっています。でプロテクションズのタブは保護機能の設定ですね。オーバーボルテージプロテクションは出力電圧が設定を超えた時に出力を自動的に停止してくれる機能になります。試しに設定を下げてみると OVP の表示が出て出力が止まりました。オーバーカレントプロテクションも同様ですね。オーバーパワープロテクションも同じで、一番下のローボルテージプロテクションはちょっと違っていて、入力電圧が設定電圧以下の時は出力しないという機能になっています。 DPS150 は USB の通信接続だけをした場合でも電源がオンにはなるんですけど、この状態では出力できないように適当な保護電圧を設定しておく必要があります。でプログラムは一旦飛ばしてヒストリーのタブですね。これは時間と電圧電流電力の履歴が見れるタブになっています。で TSV タブ区切りのデータですねとしてダウンロードすることもできます。でダウンロードしたやつを後でスプレッドシートで軟化したりっていうのがしやすいようになっています。でセッティングはまあどうでもいい機能ですね。本体の明るさとかピープの音量とかが一応変えられますね。できるからついてる機能って感じですね。一応公式のアプリでできるようなことをプラスアルファぐらいはここまででできるようになっています。はい。でプログラム機能ですね。一定の電圧範囲をスイープしたいみたいな時に使う機能になります。公式のアプリだとアドバンスドって書いてある画面になるんですけど、公式のアプリってパッと見何が起こるのかっていうのは分かりにくいんでちょっと怖いんですよね。普通にコードで手続きを書かせてくれよって感じということで JS で制御をかけるようにしました。ここにサンプルコードがあるので、例えばスイープボルテージとかを選ぶとこういうコードになります。で実行してみるとこんな感じ。指定した通りに電圧が変動していきます。でもういいやとなったら途中で止めることもできます。もうちょっと複雑なこともできます。例えばこれはサイン波で電圧を変動させるやつですね。こんな感じになります。ただし無限ループを書いてはいけません。と言ってもエラーになるだけで DPS150 に影響はありません。ただここでスクリプトとしてエラーになるだけです。内部的には書かれたプログラムっていうのは一旦コマンドの Q に変換されてから順番に実行されていくという形になっています。やっぱ手続きでコードとして書けた方が画面の使い方を覚えるより圧倒的に分かりやすくないですか？ちなみに最速で電圧を変更していくとこんな感じでした。だいたい 0.1 秒に1回ぐらいは変更できるみたいですね。出力キャパシタの容量が抜ける時間が多分必要なので電圧を下げる方の変動は少し時間がかかるようです。ということで FNIRSI DPS150 のプロトコルを解析して Web アプリを書いた話でした。
OS に関わらずブラウザーがあれば動くので、プログラム制御したくなったら、そういやこんなのあったなぐらいで思い出していただければ幸いです。プロトコル自体はシンプルなので、別の言語で再実装するのももう簡単だと思います。以上。